皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1163日になりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1230名、戦車3両、装甲戦闘車11両、砲45門、多連装ロケット1両、防空システム2機、ドローン112機、その他車両139両、となっています。戦線全体では177回の地上戦の報告がありました。戦況図と並んでよく見られているウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。ウクライナとアメリカは地下資源に関する共同開発の協定に署名しました。レセント財務長官とスビリデンコ経済大臣が署名し、内容は50対50で両国が復興基金を創設し、アメリカに新たな鉱物資源取引への優先的なアクセスを与えるとされているもので、過去の軍事支援について、ウクライナの債務であるとの条項はなく、鉱物資源はウクライナのものであることが明記されています。スビリデンコ経済大臣によると、アメリカは基金に資金を拠出し、例えば、ウクライナの防空システムといった新たな軍事支援も提供できるとのことです。これまで物議を醸し出した協定ですが、至極普通の内容となっていて、これまでの騒ぎはやはり演出だったのではないかと疑いたくなるほどのおとなしいものとなっています。2番目。5月9日の戦勝記念日にモスクワで行われるパレードで予想されるウクライナ軍の攻撃の方法について、軍事専門家でウクライナ軍のパイロット教官で予備役大佐のスビタン氏は、最善の選択肢は5月9日に赤の広場を攻撃することではないと指摘しました。同氏はウクライナのラジオに出演し、プーチン大統領は赤の広場にウクライナがドローン攻撃を行うのではないかと考えているが、もっといい方法がある。最善の選択肢はパレード前に訓練するところを狙うことだ。ロシアには訓練用の基地が複数あり、本番の数日前から訓練を行っている。前日は赤の広場で予行演習だろう。軍人は合法的な軍事目標で、ウクライナは長距離兵器から特殊作戦まで様々なことができる。こんなことは誰でも思いつきそうだが、ロシアはそれでもパレードは実行するだろう。まるで神が手招きしているようなものだろうかと説明しました。3番目。最近のロシア高官や電子戦技術者、レーダー技術者が何者かにより地面に召されている事件について、ロシアのプロパガンダ活動家のカラシニコフは、ウクライナの静かな作戦により、ロシアはかけがえのない人物を次々失っていると警告を発しました。その例として、2022年8月にロシア国防省の無人機の専門家、9月には電子戦の技術者、2023年3月には対戦車ミサイルの開発者、6月にはサイバーセキュリティの専門家、10月は戦略施設の防衛の責任者、昨年1月には通信技術者、4月は電子戦システムの開発者を挙げました。カラシニコフは、標的はロシアにとって不可欠な存在かどうかによって選定され、一般に知られていない人物だ。このような人物は傑出した能力があり、行動経路や活動は限られた人々にしか知られていない。これは徹底的な潜入調査、監視、ハッキングなど組み合わせた非常に高いレベルの作戦だと説明しました。また、その実行方法もほぼ全ての事件は
自動車爆弾、接触式爆発装置を使い、犯人の痕跡は残っていない。ターゲットは、外科手術のような制度で排除されていると指摘しました。それでは、各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は大画面でフルスクリーン表示にしていただくと、日付とともに追いかけることができます。また、この分野でこれまで起きた様々な事案から、ルジアンやルシアン軍など、YouTube に最適化した表現を使用しています。北東部、スームイ、クルスク、ハルキウ方面。ルシアン軍が侵攻の目標としているはずのスームイから、クルスク、ベルゴロド、ハルキウ方面の戦況についてお伝えします。作戦に影響を与えるスームイの天気は、晴れ。最高気温20度、最低気温7度。今日の天気予報は晴れとなっています。これらの方面でルジアンは、クルスク方面で15回、ハルキウ方面では1回攻撃を行いました。クルスク方面。この方面で、ルシアン軍の公式発表では、クルスクからウクライナ軍が追い出されたことになっていますが、ウクライナ軍が新たな地点からルシアン領内に侵攻し、戦線に変化を与えています。また、この方面で、ルシアン軍の兵士が民間の家に侵入し、中にいた夫婦に向けて突然発砲し、41歳の妻は死亡し、夫は危篤状態にあるとの情報があります。その場に居合わせた6歳と10歳の女の子と息子を誘拐しようとしたとの情報があり、隣人が駆けつけて避難させようとしたところ、その隣人にも発砲し、住民は精神に異常をきたしているようだったと伝えています。戦況図では、そのうち、ウクライナ側のミロピリアから、ルシアン側のクチェロフの国境では、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍がルシアン領内に侵攻し、一部地域を占領しました。ルシアン軍は、今のところ砲撃で応戦しています。ご覧いただいているのは、ルシアン側のアフマト部隊のもので、地図の場所の様子となっています。この場所は、南側に池があり、直接の攻撃は、できにくい場所にあります。戦況図では、この付近で700メートルの範囲でウクライナ軍が占領したとして更新しました。それ以外のベルゴロド方面、ハルキウ方面については、戦況図に影響のある情報はなく、昨日の動画でルシアン軍の前進の可能性があるとお伝えしたティケから、ボフチャンスキークトリについては、砲撃による攻撃の可能性が高く、ルジアンの作戦は前進には結びついていません。北東部ルハンスク州方面、東部チャシフヤール方面、クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面では9回、スバトベクレミンナ戦は21回、シベルスク周辺では3回、チャシフヤール方面で13回、トレツクの方向で6回攻撃を行いました。クピャンスク方面。この方面で戦況図に影響のある情報はありませんが、ステポパノボセリフカの北の郊外では、ルシアン軍が開けた地形で機械化攻撃を行いました。ウクライナ軍の第43機械化旅団が応戦した結果、ルシアン軍は兵士38名、歩兵戦闘車4両、バギー1台、乗用車1台、オートバイ1台を失い、撃退されました。スバトベクレミンナ戦。この方面では、ノボリョビフカからノベでルジアンが攻勢を仕掛けました。1番目。ノボリョビフカでは、位置情報付きの映像によると、ドネツクルハンスク州境でルジアンが前進し、ウクライナ軍がドローンで応戦しています。ご覧いただいているのはウクライナ側のもので、地図の場所で穴の中にいるルジアンを観察している様子となっています。この付近は情報の少ない場所でしたが、今回の映像で戦況図ではこの場所までルジアンが前進したとして更新し、その後方にあたるノボリョビフカの集落はルジアンが占領したとして更新しました。
面積は24平方キロになります。2番目。また、延べの集落では、位置情報付きの映像によると、ルジアンは、延べの南の郊外を一旦西に前進し、その後、集落内に南から入り、攻勢を仕掛けました。ご覧いただいているのは、ルシアン軍の第144自動車化ライフル旅団のもので、ウクライナ軍が集落から撤退し、ルジアンが集落に突入する様子の一部となっています。ウクライナ軍は、川の西側から先に攻撃をしてくるとは予想していなかった可能性があります。戦況図では、延べの集落をルジアンが占領したとして更新しました。面積は1平方キロになります。チャシフヤール方面。この方面では、戦況図に変更はありませんが、チャシフヤールにいるルシアンの軍事ブロガーのステシンが、コムソモリスカヤプラウダのラジオ放送で話したところでは、攻撃が行き詰まり、我が軍は、ウクライナの無人機により無力化され、事実上動くことはできない。我々が6機のドローンを飛ばせば、敵は60機飛ばしてくる。話にならない。我々は、効果的な電子戦がなく、部隊は動いているが、すべてが空に消えていく。負傷者は撤退するまで数週間そこに待っていなければならないと悲惨な状況を語りました。トレツク方面。この方面では郊外と市街地で地上戦が活発になっています。ウクライナ軍のザポロージェツ報道官はウクライナのニュース番組に登場し、この方面の戦況について敵は装甲車両とオートバイを組み合わせ、最初に装甲車両で攻撃を行い、その後、オートバイの波状攻撃を行っている。また、その後、再び歩兵による突撃を行うなど、常に攻撃を変化させていると報告しました。1番目。ドルージバとダチネの間の郊外では、位置情報付きの映像によると、ルジアンの砲撃位置から、この場所がウクライナ軍の支配にあることがわかります。ご覧いただいているのはルジアン側のもので、地図の場所にあるウクライナ軍陣地を観察している様子となっています。こちらは戦況図に変更はありません。2番目。反対のその南側のドルージバの集落の端では、ルジアンが集落から郊外に向けて攻撃を行い、ウクライナ軍が砲撃とドローンで応戦しています。こちらは、ウクライナ軍の第28機械化旅団のもので、装甲車やオートバイに乗っているルジアンとウクライナ軍のドローンが交流している様子の一部となっています。こちらも、戦況図に変更はありません。3番目。一方、複数の情報によると、ルジアンが、その南の森林を前進している情報があり、その範囲800メートルをルジアンが占領したとして更新しました。春になり、木々が生い茂るようになると、上空からルジアンを発見しにくくなっているとの報告があります。一方、市街地では、戦況図に影響のある情報はなく、ルジアンの攻撃は、ウクライナ軍のドローンにより撃退され続けています。南東部ドネツク州、ポクロフスク、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面で、ルジアンは、ポクロフスク方面で51回、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面で12回攻撃を行いましたが、これらの攻撃は前進につながらず、戦況図に影響のある情報はありませんでした。ウクライナのシンクタンク、安全保障協力センターのクザン氏は、ラジオ放送のインタビューで、数ヶ月にわたる攻撃の結果、ルシアン軍のポクロフスク占領は夢となったと述べ、ポクロフスク占領作戦は失敗したとの認識を示しました。後方地域。今日もルシアン領内で不審な出来事が起きています。そのうち、クリミアの先周辺では、無人機の攻撃により S400 防空システムのレーダーが破壊された情報があります。
攻撃はウクライナの無人機3機によって行われ、レーダーが破壊されたため、脅威を探知できず、ミサイルが発射できなくなったとのことです。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面で、ルジアンは1回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が撃退し、戦況図に変更はありませんでした。その他、もう、ロシア経済に何が起きても驚きませんが、ロシア最大のトラックメーカーのカマズは決算を発表し、今年第1四半期の損失が124億6000万ルーブル210億円の赤字になったと発表しました。ちなみに、前年の同時期では14億ルーブルの黒字でした。同社広報では、銀行金利の高騰に加え、新車のトラック販売が半分未満になったことを理由に挙げています。ロシアでは、カマズトラックは競争力を失い、すでに市場の3分の2は中国製のトラックになったとのことです。また、同社によると、トラックの過剰在庫が4万台もあり、今年のロシア全体のトラック販売台数が6万台とすれば、今年は生産する必要がないと指摘しました。ちなみに、乗用車でも、新車の過剰在庫が50万台に増え、ラーダで有名なアフトワズ社によると、今年のロシアの乗用車の販売は 50% 減少すると見込んでいます。プーチン大統領の頭の中では、きっとロシア経済が崩壊するのが早いのか、ウクライナの非軍事化を達成するのが早いのか、ハラハラ、ドキドキのデッドヒートとなっています。今日は以上です。情勢分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連するツイッター、ノート、テレグラム、ニコニコ動画もあります。ノートでは、日々の戦況を無料で読むことができ、ニコニコ動画では、昨年8月までの戦況動画を掲載しています。何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。